本当に重いんですよ。もちろん。こんにちは、白川隆です。今回はシステマの達人北川貴秀先生と、そしてシステマの最強芸人成川さんと一緒に撮影しております。いや、4円でお願いします。お願いします。はい。で先生、システマといえば、私のイメージではナイフディフェンス、ナイフに対するすごいイメージがある。それを軍隊からしてたり、実際武器の武器取りで、ナイフが一番多いんです。そうですね、ナイフの練習は多くありますね。あとは、よくやるのはスティック。あ、スティック。はい、棒とか、あとアイスとか自分の服を使ってとか。服もあるんですね。そういうのやりますね。じゃあ日常のもの何でも使うって感じですか？何でも使っちゃいますね。そこはやっぱ合気道でしたら、合気道とか伝統的な昔の武士が戦っていたのが、刀と棒のやつ上っていうんですけど、あとパンとこの3つが一般的なそれ以外はそうあまりやらないんですよ。担当とナイフって多分若干違うんですよね。今回の動画はお互いにそれぞれ武器取りの技をして、そして実際に私と北川先生でお互いに技を取り合って触って、めちゃくちゃすごい楽しいですね。システマ VS 合気道になりましたよ。交流会でこんなこと言ったらまだすみません。楽しみにしております。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。当てられたところから。風でこうなんかつけられてあるじゃないですか。で手とか足とか押さえてます。っていう状況ですね。で、あれ後ろからこう手をつけられましたね。こんな感じですね。ここからもリラックスして動いていく。で、いい感じですね。めちゃくちゃ痛そうですけどね。壁際ですよね。壁際でこうガンガン出していく。最後いらないですよ。風を上、こうですね。で、よく。壁を使って。私だったよね。歯に対して余計に抜けないんですよね。結構今度離れたところから結構早めにパーンじゃないですか。よくバンバンこうスラッシュ的な感じしますから。で、倒れてるところ、倒れました。グラウンドで相手を絶対勝ってた。もう何回ですね。さっきのパンチと同じで、やばかったら床で出てるんで。
痛い。すごい。合気道の取り方が違います。自由度が高いですね。あ、そうですね。合気道だったら自分が寝ないようにするんですよね。はい。そうなんですよ。そこがやっぱ大きく違いますね。自由度が高いですね。そうですね。じゃあ、逆に合気道の担当の先生をお見せします。はい。普段は本当はこの木の担当ってこのままですね。はい。木のやつがちょっと、システムの部分は長いですよね。そうですね。でも今日はちょっと北川先生でコラボということで、普段は使わないんですけども、ちょっとより刃がついてるとより緊張感が出てくるんですよ。この同じ担当で。はい。これ担当です。これ担当、これをはい。切れます。いや、切れはしないです。はい。刺さりますよね。でも危ないです。これ危ないです。そうです。実際刺さったらすごい大怪我します。もっと緊張感が出る。はい。とても緊張感が出して。はい。じゃあ緊張感出す。あれでいいですか。緊張感がより緊張感ですか。いいと思うけどな。それを見ていただいて。そうですね。じゃあ、今日はしないでくださいよ。これはシステムが大きく違うんですけど、ダイナミックになります。今度はシステムではない動きだと思うんですけど、合気道のキレのある大きなで、今度はでもいつもや普通やらないんですけど、相手の方に固定返しで角度を変えてます。もうちょっと柔らかくなりますか。膝で固めて。変化で3分です。で、このに対してそれが合気道。うわー、素晴らしい。システムがちょっと型にはまってはいるんですけど、直線的な動きです。いや、すごいですね。間近で見るといいな。何がいい？どうですか、先生。違いはどうですか。その先生は直撃のシステムとその合気道の今のやつを見てみて、ちょっと違いあります？まあ違う分度なんで、もちろんからしたら違いますけど、やっぱ足がすごい的確ですよね。ただ相手のこう押さえるにしても、相手のこの手のところにピタッと左行ってるとか、そうですよね。結構あれバタバタしちゃうから、いつかないっていうのが重要で、普通はいつくってその場にいないっていうことなんですよね。刃物とか持ってると緊張しちゃうので、構えてしまうのは実はすごい緊張感が出てしまうんです。膝を緩めてなるべく手は構えない方が、実際にはそんなに綺麗にいかないと思うんです。頸動脈とか動脈が切られなければいいっていう考えでやらないと結局切られちゃうんで、それでもうやっぱりこうやっていついてったらすぐ刺されちゃう。自在に動けるっていうだけですね。あれだけ動いてるのにずっと安定してるんですよ。これキープムーブ。まさにキープムーブ。キープムーブが本当にそう。あと脱力。なんでキープムーブ。でもステイリラックスもやっぱりしてます。そうですよね。普通は硬い武器に対しても緊張するんですけど、ああいう硬い武器に対してもリラックス、常にリラックスしてるので。じゃあスティックを。合気道上手ですね。確かにこうやってしてそうです。そして、こういう切ってもらって、ここ入ってきますね。で、結構こういう長い動きだったりすると、
でも、言ってもいいんで。結構こう、さっきの打撃と色々を使ってるんですよね。僕も足癖悪いんで結構足がします。そうですね。じゃあ、一番振ってもらって、入ってます。結構あんまりこう身構えてよいどんで入っちゃうと、その間に打たれちゃうから、普通に歩いてた方が早い。これはかっこいいことですね。あと例えばこうついてきてもらって、でも同じですね。だからアタックライン上に自分がいないっていうのが大体現象になってくるから、でこれはさっきのパンチ受けた時のこう流す動きあるじゃないですか。同じなんですよ。それをちゃんと力をもらって、こういう動きが入っていく。柔らかい感じでやっていくと、で、この力の動きがあって、相手が動いてくるから、で、アタックする人って大体先に緊張割れてるんで、そこをもらっちゃうと、それ勝手にこけてくるんですよね。もうバーンと切って。痛いです。攻撃の自由度が、それに対応するのがなかなかですね。合気道だったら情を使うのは基本的につく動作。はい、それに対応する動きなんですよ。こういうあまり打ち込みはあるんですけど、そしたら結構立ち取りでも同じなので、もちろんできるんですけど、こういう動きはない。そうなるほどね。避けやすいですからね。でも実践だったらもうバーンとつくのが有効だろうから。でもこの入り方は柔らかいですよ。まるで普通の武器じゃなくて体術やってるような、合気道の体術的な動きぐらい柔らかいです。本当ですか。じゃあ、合気道と情なんですけど、打ち込みは後でやるんですけど、剣と同じになっちゃうので、好きでだけいきます。一応、これもまたシステマと大きく違います。一瞬の動き。切り返し、後で体験していただきたいんですけど、こういうのがシステムじゃない、システム的な。そうですね。はい。瞬間の。合気道の上の波がありまして、ついたり出せないから相手が掴んでいくケースがあるんですよ。っていう動きも合気道です。すごい。すごいし、片山さんもすごい。受けも受けの人も技術ないよね。そうなんです。合気道は受けと鳥の調和なので、受け身がなく下手だったら一回で終わりじゃないですか。そうですよね。柔らかく受けることで続けられる。かっけえ。あとでぜひ南川さんの。そう全然ちょっとまたシステムとは違う感じで。もちろんです。先生また最後に。はい。